どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は熱処理ですね。前回金属の種類を解説した時に、熱処理も非常に密接にあるというお話をさせていただいたんですが、熱処理にフォーカスをしてお話をさせていただきたいと思っております。千葉ちゃんもね、資料を作るのに非常に協力いただいたので、もうその時点でいいねを押していただきたいと思います。早速ですが、行きましょう。まず定義でございますが、赤めて冷ますということらしいです。要するに赤くなるまで熱し、黒くなるまで冷ますこと。これは日本金属熱処理工業会がですね、発信しておりますので、文句のつけようはないかなと。世の中のほとんどの鉄製品ですね。それはですね、もう熱処理されて鋼になってるんですね。熱処理されてない状態で世の中に出てきてる鉄ってほとんどないと思われます。ということで熱処理って本当に至るところで使われてるんですけど、なかなかね、熱処理って言われてもよくわかんないと。一つ一つ解説していきたいと思います。まずどうやって熱処理が生まれたかでございますが、もう簡単でございます。敵をぶっ殺すためです。はい。ぶっ殺すって言うとあれですね。スポンサーさんに怒られそうですけど。刀や刀をですね、作るために生まれました。鉄の発見前までは、青銅加工をしておりました。この時代ですね、木炭を使ってですね、火を起こすと1000度以下なんですね。高温にならないと。しかしながら、石炭というものを発見しまして、これ実は1300度以上になるんですね。なので、鉄の熱処理が可能になりました。紀元前1650年頃ですね。もう今から3500年以上前でございますが、ヒッタイトという、民族がおりまして、ヒッタイトといえば山崎マザックの工作機械博物館の館長でございますが、ヒッタイトを知ってるかみたいな、そんな言い方ではございませんが、鉄を開発したのはヒッタイトだよっていうことを教えていただきまして、鉄を開発したってことはですね、この焼き入れの技術を開発したわけですね。で、その焼き入れの技術、焼き入れというか熱処理の技術ですね。中国がですね、またこれ発展させまして、秦漢の時代ですね、秦の始皇帝の、なんで始皇帝っていうかというと、初めて皇帝と名乗ったから、秦の始皇帝は秦の始皇帝って言うんですね。漢の時代前後にですね、焼き入れ技術を駆使して、例えば鉄器ですとか、鉄の武器ですね。それを大量生産する時代に、入っていくと。皆さんが使っているこういった包丁なんかも実は熱処理をされて世の中に出てきてるわけですね。この熱処理技術でございますが、日本に入ってきたのは奈良時代です。中国で大量生産時代に入ってからなんと1000年後という感じで、1000年経ったら今から1000年経ったらどうなっとんねんって話ですけど、中国の刀鍛冶から製鉄技術を教えてもらうと。で、今までですね、今日まで熱処理技術が発展してきたということになっています。じゃあ熱処理の必要性ですよ。価値があるかということでございますが、金属の最終製品ですね。の性質は3要素から3要素ですね。要素じゃないですね。3要素で、3要素で決まる。一つは材料ということで、S454、前の動画見ていただきたい。で、ハイスコーですね。SK95 とか。で、サス403みたいなものですね。そこに対して炭素が入ってることが多いんですけども、焼き入れとかですね、高周波熱処理ですとか、あと、新炭熱処理みたいなものを使うと。素材を変化させた後に、加工方法ということで、マシニングで削ったりとか、旋盤で削ったりですとか、複合機とかですね、検索をしていくと。要するに最終製品の性質は、材料かける熱処理かける、そして加工方法で決まってくるわけでございます。熱処理の役割でございますが、じゃあどういう、なるほど、なんとなく重要性は分かったけども、どういった役割なんだ？実は欲しい性質を金属に与えることが可能でございまして、人間っていうのはもう欲が際限ないですね。どんな性質と、そしてそこに対しての性能があるわけですね。例えば引っ張り強さ、負け強さみたいなものはですね、すぐ壊れない、壊れにくい性能が欲しいということであれば、熱処理をしてですね、こういった性質を引き出してあげると。そして、耐摩耗性、硬さみたいなものが欲しい。摩耗しないとかですね。耐久性、疲れ強さ。同じようなものですけども、長期間使用するためにそういった性質が欲しいと。耐衝撃性、粘さってですね。これも衝撃に強いとか。耐食性ですね。はい、錆びない。あと、被削性。実は削りやすさなんかも熱処理で実はコントロールすることができると。切削しやすいと。で、冷感加工性ですね。鍛造しやすいと。ね、いつも読み方考えると。熱処理で材料の性質をコントロールすることが可能なんですね。この熱処理にですね、先ほども出てきた、炭素みたいな発言がありましたけども、実は炭素と非常にですね、密接に関わり合ってると。鉄資源が、地球は豊富だからこそ、
このコスト性にも優れるわけでございまして、その鉄をですね、大きく変えることができるのが炭素であると。で、鉄ってどのくらいあるかというと、実は地球上の全重量の 38%。もう3割以上が鉄資源なんですね。利用できれば、やっぱりね、資源が多いわけですから、コスト性が優れるわけですね。説ではですね、この鉄資源があまりにも多いからですね、人間っていうのは発展できたと。地球にこんな鉄資源があること自体がもう奇跡。そんな奇跡を起こせたっていうことは、この宇宙人のこのシミュレーションで地球は成り立ってるみたいなですね、そういった説が出てくるぐらい、鉄っていうのは非常に豊富で、非常に恵まれている。地殻にも、この周りですよね、5% 含まれておりまして、豊富な資源に対して元素を追加するということで、炭素ですね、C、カーボンを追加することで特性を変化できるのが鉄の特性なんですね。作用する、実は炭素だけではなくて、他にもですね、元素を付加することができる。で、その代表的な5元素を鉄鋼5元素と言います。炭素。そしてシリコン、マンガン、リン、硫黄と。これが炭素鋼になっていると。そこにプラスさらに必要な性能を欲しいと。新しいですね、元素を追加してあげるということも実はできると。その5元素がニッケル、クロム、モリブデン、タングステン、バナジウムと添加したもの、この金属を合金鉱というわけですね。なぜ炭素が重要か。それは炭素が一番性能を大きく変化させることができるんですね。ということで炭素がメインテーマになると。だから炭素量が重要になってくるわけでございます。鉄の性質に最も影響を与える炭素でございまして、焼き入れ効果を得るには炭素量が0.2% 以上は欲しいかなということでございます。これはですね、いろんな前の金属で0.3% ということで境目みたいな話をしておりますが、こっち側はですね、焼き入れ効果が薄いんですね。で、こっちですね、0.2% 以上、もしくは 0.3% 以上だと焼き入れ効果がありと。炭素量で、この HRC という硬さの単位なんですけども、こういう風に炭素量がさ、この横軸なんだけど、炭素量が増えれば増えるほど、もう、鉄っていうのは非常に硬くさせることができる。なので S45C ですよね。炭素量が 0.45% 以上とか SK90。炭素量が 0.9% 以上みたいなものが使われると。機械構造用とか工業の鉄鋼に熱処理を施すと機械的な性質が変化する。炭素量が熱処理後の性質を実は左右するんですね。鉄組織に炭素を盛り込ませれば、盛り込ませるほど、実は組織が硬く強くなるわけなんですね。強いっていうと一部語弊があるんですけども、非常に硬さを得ることができる。もちろん限界点はあります。ということで、変態点というものがありますので、変態点ですね。ある一点になると変態になるっていうわけではなくてですね、こういう正式名称があると。これをうまく使っていくと。常温ですね。そして723度、これを A1 点と言います。で、770度になると A2 点ということで、変態点がグレードアップすると。最初はパンティを追っかけるんですけど、次パンティを被っちゃうみたいな感じですね。で、A3 点というものがありまして、これは自分でパンティを履き始めると。やばいね。ちょっと、やばいですけど、そういう風にね、連動すると覚えやすいじゃないですか。ここの部分を BCC 構造なんですね。この温度までは BCC 構造ということで、こういうような構造でございます。この910度を超えると、1400度までが A4 点になりますが、これは FCC 構造ということで、温度が変わることによって構造を変態できると。はい、この FCC 構造というのは、こういうような構造になっていると。難しいんで読みませんわ。で、1534度になると、鉄が融解するということで、融点ですね。ドロドロにすることができる。1400度以上になると、また FCC 構造から BCC 構造になっちゃうんですね。面白いでしょ、鉄って。A3 点はですね、このように炭素量でその変態点が違う。変態点うるさいわっていう感じですけど、なのでそれはご留意いただきたいということで、温度によって組織が異なる。この性質をうまく使ってるわけでございます。はい、構造によって染み込む炭素量が異なるということで、そして冷やす速度によっても組織の構造が異なるんですね。何を言ってるんだったら、これは図にすると一発でわかります。はい、先ほどの変態点を思い浮かべてください。
まず、鉄というのはフェライト、正確にはパーライトを含むような構造になってるんですけど、こういう構造で BCC ですね。で、温度を上げていただくと、オーセナイトということで FCC になります。で、この構造は注目いただきたいのは、原子の構造が違いますよね。原子間の隙間が大きくなるんです。で、その大きくなったところに、その炭素原子が入り込みやすいんですね。で、そこの温度が高い状態の FCC の構造の時に原子を入れてあげて、そして急速に冷やしてあげると、炭素がこの構造の中に入り込むことができると。入れ込むことができる。そうすることによって硬くなる。炭素原子が入り込み、強固な組織となりますと。一方、もうゆっくり冷ますとですね、フェライト組織が多い構造になって炭素が入りきらないんですね。という組織の変化を使って鉄の硬さをコントロールすると。炭素を操ることで物性を操ることができる。これがその熱処理の本質なんですね。もうちょっとご理解を深めるために、ちょっと組織の話に行きたいんですね。先ほどオーステナイトとかマルテンサイトと言いましたが、はい、内部組織温度変化による変態と。で、オーステナイトですね。上に温度を一気に上げたところですね。上のところ。これはこういう構造で、フェライトよりも原子間の隙間が大きく、炭素の原子が入り込みやすい構造になっている。そして、構造変化を利用して炭素を入れ込んでいくようなニュアンスですね。イメージです。で、非磁性になってて、錆に強いと。そして柔らかく粘いわ。一方、マルテンサイト、炭素がぎゅうぎゅうに入り込んだ組織でございますが、これは鋼の中で最も硬いんですが、実は腎性がないんですね。脆いため、焼き戻しが必要でございます。ピエンさんの資料にこう書いてありました。マルテンサイトのみではすぐに破損、傷がつき使い物にならない。腎性って何かっていうと、クリップあるじゃないですか。クリップって広げることができるじゃないですか。ポキポキ折れないですよね。ああいうグレーって曲がるイメージを思い浮かべていただければ人生は分かりやすいかなと思います。しかしその人生がないとですね、こうやって曲げるパキーってすぐ割れちゃうんですね。要するに脆いわけですよ。低温焼き戻しでネバさをまた得ることができますので、この焼き戻しとですね、一緒に使うと。で、焼き戻しマルテンサイトとか言われます。で、これは強磁性でございますね。冷やす速度で組織が変わるわけでございます。はい。そして急速に冷やせば冷やすほど炭素量が多く組織に入り込むと。はい。マルテンサイト組織が多くなり、硬くなるわけですね。非常に窮屈な組織になりますと。これはですね、このようなグラフにも表すことができまして、図のように炭素量が多ければ多いほど硬くなりますね。ちょっと見にくいかもしれません。アップになってると思います。で、引っ張りも強くなるが、炭素量が 0.6% を超えると、その変態点ですよね。変態点の完了点が0度以下になっちゃう。ですね。はい。要するに変態が完了すると炭素を取り込み完了するものがですね、0度以下になりますので、残留オーステナイトが発生するわけです。で、この残留オーステナイトはちょっと厄介で、常温でも自然変態してくるんですね。自然変態っていう言葉がやばいですね。何かっていうと、組織が変化してしまうと。要するに応力が残った状態になってしまうんですね。なのでその応力を取ってあげる必要があって、自然変態を避けるためサブゼロを活用すると。で、サブゼロっていうのはもう簡単で、0度以下に冷やすことです。冷やすことによって組織をマルテンサイト化して応力を取ってあげると。変態を継続させ、後の組織変化を防止してあげると。これにはドライアイスを使って、マイナス80度にしたりとか、液体窒素を使ってですね、マイナス196度ということで、超サブゼロ処理みたいなものもあります。経年の体積変化によって置き割れとか置いとくだけで割れちゃうとか、そういったことが起きちゃうんですね。それを防止してあげる。なので、ね、長年使う金型とか、自動車の部品保証って7年間は必要だったりするんですね、ホンダですとか、7年以上は金型屋さんって保管していくんですね。なので、長期的な変化を取り除くために、このサブゼロを活用してあげると。硬さ以外の性質を得るために、再度熱処理をすると。はい。焼き入れと焼き戻しは、これニコイチでございます。で、先ほどこのように学びましたよね。オーステナイト化させてあげて、マルテンサイトにしてあげると。しかし、これ人生が劣るということで人生がほぼないわけですよ。ということは人生を新たに付加してあげないといけないんですね。そういった場合は焼き戻しを使って、このようにソルバイトとか、あとは低温焼き戻しをして、焼き戻し、マルテンサイト等にして、粘り気を付加してあげるんです。こういうからくりになっている。複数の熱処理を組み合わせれば、望んだ性能を得ることができると。焼き入れ前の組織構造についても学んでおきましょう。
はい、ここですね。フェライトとパーライトということで、これはよくわかんないと思うんですけども、まあ学びたいということであればここも見てください。フェライトというのはどういう組織かというと、こういう組織です。こういうって言われても、まあ、絵です。イメージで捉えてください。純鉄の組織で、そして強磁性です。そして組成加工が容易なんですね。組成っていうのはプレスで曲げるみたいなそういうことでございます。じゃあパーライトって何かっていうと、これはフェライトとセメンタイトになってまして、このような感じですよね。はい。だんだんなってると。で、よく見ると、ここですよ。はい。フェライトの部分は、こういうね、この純鉄の組織でできるって言ったじゃないですか。これが交互になってるイメージですね。で、薄い板状のフェライトとセメンタイトで構成されて、炭素が増加すれば増加するほどパーライトが増えてくるんですね。パーライトっていうのは何かっていうと、まあ、硬い部分が増えるというふうに理解いただければいいと思います。で、すべてパーライトの場合は強石鉱になるんですね。で、このセメンタイトって何かっていうと、Fe3C のことでございまして、炭素が入ってるんですね。鉄の化合物で硬いわけですよ。この黒い部分は硬いんですね。はい。で、C 濃度が高いと、これ増加してる。要するに硬い部分が増加してくると。この混合物を焼き入れしてですね、急冷すると。で、実はこの急冷の方法にも、冷まし方というものがあります。で、これも結構重要で、冷まし方の調整で、析出する物性、いや、析出っていうのは出てくる物性をコントロールしていくんですね。こんな風にですね、PS とか PF って書いてありますけど、冷まし方を間違えちゃうと、フェライト構造みたいな柔らかい構造がですね、析出して出てきちゃうんですね。なので、せっかく硬い組織を得ようとしても柔らかくなってしまうと、冷まし方を間違えるとですね。なので、冷まし方も結構重要なんですね。はい、温度の調整、ニアリンイコール塩の調整になってくるわけでございます。はい。そして、このソルバイトと焼き戻しマルテンサイト、これの組織も説明していきましょう。低温焼き戻し、焼きならしで出現していくと。まずソルバイトでございますが、あれどっかで見た材質ですね、これ。はい。これは、パーライトをもうちょっと細分化した細かいものですね。微細なパーライトということで、フェライトとセメンタイトの混合組織ですよ。これさっきやりましたね。で、焼きならし時発生しますよ。で、人生が大きくなっている組織ですね。トルースタイトっていうものもあって、さらに細かいと。マルテンサイトに次ぐ硬さで、そして焼き戻し時の冷却速度が空冷より少し早い時発生します。ソルバイトより、これですね。さらに微細な組織なんですが、ネットには明確な違いがなく、イメージで分類されるそうです。なんじゃそれって感じですね。ほんまかいなって感じですけど、詳しい人教えてください。焼き戻しのさじ加減で性質が違うものが、これできてくるわけですね。どのような熱処理があるかということで、はい、先ほど紹介したのがこの部分ですね。その他にも、表面熱処理ですとか、この表面だけ熱処理してあげる方法ですね。あと、サブゼロ処理、さっきやったものがあるということで、この炭素鋼の一般処理を解説していきましょう。はい、まず、これ焼き入れですよ。高温に熱して急速に冷やしてあげると。こんな感じで。はい、図にしましょう。さっき学んでいただいたんで、さらっといきたいですね。フェライトとパーライトがあって、そしてオーセナイトにする。原子構造に隙間ができるんで、ここに炭素を入れてあげると。そういう仕組みでしたね。効果としては、非常に硬くできます。強度もあるし、耐食性もあって、耐疲労性もあります。効果の程度は炭素量で決まってくるっていうことも学習済みですね。高度が高くなるが、脆いため焼き戻しが絶対必要になりますよ。ということで、焼き戻しですね。高度と人生の調整を行っていく処理でございます。こんな感じで2通り説明しましたよね。はい、マルテンサイトがあります。もう硬いよ、しかし脆いよって感じですが、ソルバイトですね。はい、ソルバイト。この高い温度でやるときはソルバイトになるし、この低い温度ですね、150から200度のときは焼き戻しマルテンサイトになりますと。効果としては、焼き戻しの効果ですね。内部応力の緩和とか、焼き入れの硬さの調整ができますと。さらに、この上の方ですよ。まずソルバイトの方ですが、高温焼き戻しをすると、強靭性をさらに得ることができると。一方、低温焼き戻しの場合ですね。この場合は、耐摩耗性とか割れ防止ですね。そして経年劣化の耐性を付け加えることができると。人性を付与し、耐久性をアップしていくのが焼き戻しという処理になります。続いて、焼き流しですね。これ内部の歪みを取り除く方法でございます。鋼組織の改善、鋼を軟化させてあげるんですね。炉の中で冷やしていくことでゆっくり冷やしてあげるんですね。そうするとこのような組織がですね、こんな感じで整頓されるようなイメージですね。で、効果としては、組織改善されると。で、内部応力の除去もできるし、点円線ということで伸ばしたりねじったりしてあげることができる。組織の軟化ですね、という効果がありまして、よく使われるのがですね、硬さが不均一の場合がありますので、それを
と、組織をこういう風にですね、整頓してあげることで、その不均差を除去してあげるんですね。ということで、加工のムラを低減してあげれるということで、節作性を上げる前に、こういった焼き生しをしてあげることが多かったりするんですね。歪んだ組織を整え、加工性を向上してあげるということでございます。続いて、焼き慣らしですね。前処理としてもこれ利用されます。同じように組織のムラを除去してあげるという感じでございます。先ほどと違うのはやや早く冷却してあげると。このような組織をさらに細かくしてあげると。効果としては結晶流の整流化をしてあげる。組成加工組織の改善ですとか、硬さのムラをね、除去をしてあげると。例えば溶接した後はね、そう溶接って800度とかになるんですよ。そうすると焼き入れみたいな感じになるわけですよね。ということはその部分だけ硬くなってちゃうみたいなことが起こってしまうので、組織がバラバラになるんですね。なので、その後に焼き慣らしによって、組織を整えてあげるみたいな効果があるんですね。要するに残留応力を除去してあげる。で、人生も強化できますよと。はい、結晶流を整えるため、他の熱処理の前処理としても利用することができるわけですね。なるほどと。続いて、機械部品に欠かせない表面熱処理を解説していきたいと思います。表面熱処理とは、先ほどね、図で示したこんな感じですわ。表面だけしてあげると。2種類ありますので、それを別々に解説していきましょう。表面熱処理の定義でございますね。金属の表面に所要の性質を付与する目的で行う熱処理でございます。これは実機械から持ってきておりますので、異論は認めません。こんなイメージですね。ボルトですよね。ボルトのここだけ熱処理してあげるみたいな。表面処理してあげるみたいな感じですね。人性とか耐摩耗性とか疲労強度、潤滑性等表面特性が要求される機械部品に行っていきます。なので内部は柔軟な組織のままなんですね。表面のみを硬化することで壊れにくい部品や工具を作ることができると。はい、歯車の高周波焼き入れもそうですね。周りだけ歯車の刃が当たるところだけさ、硬くしてあげるみたいな感じだよね。で、中は柔らかさを保つみたいなね。表面熱処理で必要な箇所の特性向上を図っていく。表面焼き入れを代表する高周波焼き入れということ。これどうやってんねんってことですね。はい、こんな感じで、高周波電流を流してあげる。そうすると表面だけが赤くなってですね、熱処理できると。急速加熱し、内部温度が上昇する前に、その内部は焼き入れしたくないわけですから。そこの外側だけ一気に温度を上げて、そして一気に、冷まして熱処理をしてあげると。こういったギアなんかに使われますよね。高周波焼き入れの特徴がありますので、かいつまんで解説させていただきます。高周波であればあるほど浸透が浅いわけなんですね。内部は柔らかく、軸類ですね。テキスト。軸類って何かっていうと、シャフトですよ。例えばコンベアこういう風にね、回してるわけじゃないですか。で、ここ、ね、耐摩耗性を要求されると。しかし、硬すぎると脆いわけですよね。変な応力が加わるとですね、ポキって折れたらまずいわけですよ。なので、中だけ柔らかくしてあげるみたいな処理が必要なんですね。なので、回転に耐えれるような構造ということで、表面だけ硬くしてあげるっていう処理を施してあげる。必要箇所のみの加工に優れるわけですね。熱拡散処理というものもあるそうです。加熱により鉄以外の元素を拡散、浸透させてあげると。炭素含有が少ない鋼を加熱すると。表面から元素が侵入して内部へ向かうということで、こんな装置やるみたいですね。はい。拡散とは原子の移動でございますので、色はバラバラでも成立すると。イメージですけど、こんな感じをね、炭素を浸透させてあげるみたいなイメージですね。はい、千葉が今うなずいています。焼き入れ前に施し、焼き入れ後の表面全体の高度を確保しやすくするわけですね。要するに炭素が入ってなくて、炭素を付加してあげると。で、その後に焼き入れをしてあげることで、強靭な組織を得ることができると。その強靭な組織って何かっていうと、ね、前半部分で学んでいただいたことをご理解いただければ、なるほど、そういう仕掛けね、ということでご理解いただけると思います。で、いろんな方法があって、ガスとか真空とかですね、液体、プラズマ、いろいろあるそうです。内部は硬化せず、人生に富んだ素材にすることができるということで、熱処理ですね、解説させていただきました。トリックをですね、ご理解いただけたと思います。ということで、以上です。お疲れ様でございました。このようにですね、今回は熱処理を解説させていただきましたが、いつもものづくりにフォーカスした動画をアップロードしております。工作機械はもちろんだし、半導体やってます。そして最近は JPCA 賞で、講演もしますし、だから電子電気ですね、モーター、FA、IoT とかね、もう自動車もやってるということで、製造業で働いている方ですね、そして製造業が好きな方、ものづくり好きな方、そしてものづくりなどに興味を持っていただいた方は、ぜひね、チャンネル登録をいただいて応援をしてあげてください。そして、今回千葉がね、資料を作ってくれましたので、そこに対しても
いいね、あげてください。刺激になると思います。喜ぶと思います。そして、最後になります。次回何かの前にスポンサー動画でございます。どうぞ。スポンサータイムでございます。一つから発注できる段ボールはアース段ボールでございます。なんと標準品が2000種類もあるし、オーダーメイドもできるし、販売も0円からとなっております。アース段ボールでチェック。はい、ということで次回は JPCA に来れなかった方用にどんなこと話したのか、それをね、動画にしたいと思ってますので、こちらもお楽しみにお願いします。かなり切りました。やばいぐらいね、誰かに訴えられるんじゃないかなぐらい、ズワズワ言ってますね。ということで、また次の動画で会いましょう。今日はどうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。